はいどうも、死んだカズと申します。今回はアーマードコア6 Fire of Rubicon より30 Minutes Missions ミルクトゥースを制作していきます。まずキットを見ていきましょう。30 Minutes Missions のアーマードコア6系のキットは本当に細かいですね。ディティールがめちゃくちゃしっかりしています。武装もグレー一色ではありますが、非常に細かく作り込まれています。チェーンソーも刃が綺麗に分かれており、迫力満点です。今回は全身キャンディー塗装とメタリック塗装でギラギラに仕上げていきます。最初は足の後はめ加工を行っていきます。赤く塗った部分を切り飛ばしてパーツを差し込めるようにします。緑色のパーツの方も引っかかりをカットしていきます。こんな感じで差し込めるようになれば OK です。腕の加工を行っていきます。まずは濃い緑色のコイルを後から差し込めるようにします。出っ張りを切るだけで OK です。次に腕の関節を加工していきます。根元以外を全てカットして関節を差し込めるようにします。こんな感じで穴が残るので瞬間接着パテで穴埋めをしてしまいます。そこに 3mm のプラボを差し込めるように穴を開けました。この方法なら挟み込むタイプの関節でも問題なく後はめ加工をすることができます。肩の加工を行っていきます。ここは肩の濃い緑色のパーツを半分にカット、黄緑のパーツの上下からセットする形で組み立てられるようにします。ここは可動部位ではないので後から接着して強度を出す予定です。合わせ目の処理をしていきます。インジェクターからミスターセメントスーパーパワーを合わせ目に1滴落としてギュッと押さえます。大雑把ではありますがしっかりと合わせ目を消すことができます。乾燥したらヤスリで表面を整えていきます。いい感じに消えたんじゃないでしょうか。はみ出た接着剤が見えますが段差などにはなっていないので塗装すれば気にならないはずです。では塗装に入っていきます。まず EX ブラックを全てのパーツに塗装していきます。今回は重厚感がある色にしたかったので下地は黒一択です。いい感じの光沢が出てくれました。下地でこれならこの後の塗装でもしっかりと光沢が出てくれそうです。濃いカーキ色の下地として EX ブラックの上にスターブライトシルバーを塗っていきます。キャンディー塗装が綺麗に発色するようにしっかりと塗っていきましょう。いい感じに均一に塗装することができました。上塗りするカラークレアも綺麗に発色してくれるはずです。シルバーの上からガイアのクリアブラウンとクレオスの GX クリアピーコックグリーンを混ぜたクリアカーキを塗っていきます。何パターンも塗装サンプルを作ったりして色合いを調整するのが大変でした。ブラウンとグリーンという汚い色になりがちな組み合わせでしたがいい感じのカーキ色になってくれたんじゃないでしょうか。黄色い部分を塗装していきます。まずは下地としてスターブライトゴールドを塗装していきます。この上にはクリアイエローを重ねる予定なのですがシルバーを下地にすると色ムラが出やすいのでゴールドを下地にして色を安定させています。ゴールドを塗った段階だとこんな感じです。ちょっと地味ですね。ゴールドの上からボーンペイントのコンクイエロークリアとコンクオレンジクリアを混ぜたものを塗っていきます。これで色味がかなり派手になってくれます。いい感じのゴールドになってくれました。クリアイエロー単色にしようかと思ったんですがクリアオレンジを混ぜて正解でした。薄いカーキ色の部分を塗装していきます。まずはブラックの上にスターブライトシルバーを塗装します。その上から先ほど作ったクリアカーキにさらにコンクイエロークリアを混ぜたものを塗装します。これで濃いカーキ色と同系色でありながらも薄くて明るい色にすることができました。黄緑に近い明るくて綺麗な色ですね。濃いカーキとのコントラスト差もあるのでメリハリが効いてていい感じです。濃いグリーンの部分を塗装していきます。まずはブラックの上から GX メタルレッドを塗装していきます。その上から GX クリアピーコックグリーンを塗っていきます。赤系の下地の上からクリアグリーンを塗装するとかなり濃い深みのあるキャンディーグリーンになってくれます。チェーンソーのボディ部分を塗っていきます。ブラックの上からガンメタルを塗ってキャンディー塗装の下地を作ります。その上からガイアカラーのクリアブラウンとボーンペイントのコンクブールクリアとコンクレットクリアを混ぜたものを塗っていきます。これで小豆色というか赤茶系のキャンディー塗装をすることができます。狙った通りの色になってくれました。細かい部分はメタリックマーカーで部分塗装をしていきます。チェーンソーの排気筒はブラックの上からガンメタルを塗っていきます。ここはキャンディー塗装にはせずガンメタル一色にしておきます。チェーンソーの刃の部分を塗装します。ブラックの上からパールカッパーを全体に塗っていきます。パール系塗料は黒下地だと綺麗に発色してくれますね。刃の部分をマスキングして内側の部分を塗装します。まず下地に EX ブラックを塗装。その上からスターブライトアイアンを塗っていきます。いい感じに塗り分けることができました。
刃と内側の部分のメリハリが効いていますね。火炎放射器の重心を塗装していきます。まずはブラックの上からスターブライトシルバーを塗装します。その上からボーンペイントのコンクイエロークリアを塗装していきます。こんな感じで塗装できました。細かい部分については後ほどメタリックマーカーなどを利用して部分塗装をしていきます。火炎放射器の外装を塗っていきます。ブラックの上からガンメタルを塗装します。マスキングで隠れている部分なんですが、チェーンソーのボディ部分と同じ赤茶色になっています。ガンメタルの上からガイアカラーのクリアブラウンとボーンペイントのコンクイエロークリアを混ぜたものを塗装していきます。いい感じに塗装できたと思ったのですが、動画作ってる段階で見るとすごい色ムラがありますね。別パーツで隠れてしまう部分なので実際は気にならないので OK としましょう。メタリックマーカーを利用した塗り分けを行っていきます。まず全てのパーツのリベットをガーレリのダークアイアンで塗装します。リベットの上にマーカーを軽く置くだけで結構綺麗に塗れます。はみ出た部分は後からマジックリンで拭き取ってしまいます。塗り終わったものはこんな感じです。いい感じに塗り分けができているんじゃないかなと思います。他の部分も塗っていきます。今映っているのは首の部分ですね。こんな感じでどんどん塗り分けを行っていきます。火炎放射器はこんな感じです。ちょっと粗い部分もありますが外装パーツで隠れるので問題なしです。チェーンソーのエンジン部分も塗り分けました。塗りムラもほとんど気になりません。最後にトップコートをかけていきます。基本的にメタリックマーカーは水性トップコートの使用が推奨されておりますが、ラッカークリアを使ってしまいます。揮発が速い溶剤を使うことでマーカーへのダメージを抑えつつクリアコートできます。これで塗装は完了です。塗装が完了したので組み立てを行っていたのですが問題発生です。3mm プラボを軸にした肘がダメな感じになっています。チェーンソーや火炎放射器を装着する肘関節が下がってしまいます。ちゃんと検証したはずだったのですが、というわけで今までとは違う方法で修正していきます。まずは前腕部の軸部分に再度穴を開けてしまいます。ここに配給パーツのネオジム磁石をセット。瞬間接着パテで固定してしまいます。肘関節にもネオジム磁石をセットしていきます。両側に入れるので互いにくっつかないようにマスキングテープで保護しながら作業します。ここも瞬間接着パテで固定します。肘関節の外側から直径 3mm の小さめのネオジム磁石を投入。磁力をさらに高めていきます。さあ関節をセットしてみましょう。磁石の表面には微妙に瞬着パテを塗ってギアのようにしています。しっかりとはまってくれました。動作も問題なさそうです。実際に装備をつけて強度チェックです。これだけ振っても全然大丈夫。関節が不意に動くことはなさそうです。元々の関節よりも動きがスムーズなのも嬉しいですね。念のため展開状態のチェーンソーでも確認。こちらも問題なしです。最終組み立てを行っていきます。今回は動画素材を取り忘れたり録画をミスったり後はめ加工に失敗したりとなかなかに大変でした。しかも動画制作中にコロナにかかって正直声とかまだダメな状況だったりします。プラモがいい感じに仕上がってくれたのが救いです。ただこの状況下で色々とつかめてきた部分があるのでそこを活かしていきたいところです。自分にとっていい感じのプラモ制作と動画編集、その他諸々とのバランスが見えてきた気がします。改めまして今回はアーマードコア6より30 minutes missions ミルクトゥースをキャンディー塗装とメタリックでギラギラに仕上げました。ゲーム内でひときわ強烈な印象を残している機体ですが、キットの方も負けず劣らずの両キットでした。まだまだ商品展開は続くので次の AC6 のキットも楽しみです。それでは今回の動画はこれにて以上となります。もしいい感じじゃんと思っていただけましたら高評価やチャンネル登録などぜひお願いいたします。また感想などございましたらお気軽にコメントをいただけますと幸いでございます。今回の動画もご覧いただき誠にありがとうございました。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。